はい、どうも藤井です。このチャンネルで取り上げているアルバムを見ると、いわゆるポストパンクが多いですよね。ニューウェーブとほとんど重なるんですけど、ちょっとアンダーグラウンド寄りというか、とっつきにくさのあるジャンルです。そこでポストパンク入門に最適なアルバム10選とか、そんな動画を作ろうかと思って選んでいると、これは外せないなと思う作品に1979年のものが多いと気づいたんですね。それじゃあというわけで、1979年のポストパンクと題しておすすめの作品を紹介することにしました。このチャンネルでは1972年生まれの私藤井が自分の好きな影響を受けた CD やレコードを紹介しています。80年代の日本と英国を中心に、徐々に範囲を広げていくつもりなのでよろしくお願いします。まず最初の1枚はパブリックイメージリミテッドのメタルボックス。これはもう単体で動画を上げているので、詳しくはそちらを見ていただくとして、今回は簡単に紹介します。元セックスピストルズのジョン・ライドンが結成したバンドで、ロックを解体し組み替えるような実験的なサウンドになりました。このセカンドではレゲエやダブまたはクラウドロックからの影響が感じられますね。2枚目はザ・ポップグループの Y。 ザ・ポップグループはイギリス・ブリストルで結成されたバンドで、ファンクやレゲエ、フリージャズに影響を受けた音楽を初期衝動のままに演奏し、79年発表のこのファーストアルバムではイギリスのレゲエ・ダブの重鎮デニス・ボーウェルのプロデュースで録音されています。バンドの音楽性はファンクとパンクが融合したようなところがあります。どこかニューヨーク・ノーウェーブのジェームス・チャンス&ザ・コントーションズに近いものを感じます。そこにダブの要素が加わることでさらにカオスな音になっていますね。3枚目はザ・スリッツのカット。スリッツはパンクムーブメントに触発され、1976年に女の子だけで結成されました。楽器の経験もなかったようで、結成当初は相当にカオスな演奏だったようです。しかし1979年のこのファーストアルバムでは、後にスージー&ザ・バンシーズに加入するバッジーをサポートドラマーに、そしてポップグループと同じくプロデューサーにデインス・ボーベルを迎え、パンクとレゲエ、ダブが混在した独特のリズムを持った作品になりました。ギターのビブ・アルバータインは、男性的なリズムや構成はやりたくなかったと語っており、意識的に自分たちらしいそれまでにないリズムを模索していたことがうかがえます。その上でのこのジャケットですよね。自分は中学生ぐらいでこのジャケット初めて見たんですけど、刺激が強かったですよね。4枚目はワイヤー154。ワイヤーは1976年当時、アートやデザインの仕事をしていたメンバーで結成されました。1977年にはアルバムピンクフラッグでデビューしています。これはセックスピストルズやクラッシュ、ダムドのファーストアルバムと同じ年ですね。当初ワイヤーはそういったパンクバンドと、同一に見なされていましたが、一切の無駄を省いた短い曲は他のパンクバンドとは一線を画すものでした。最初から、ある意味デザイン的に曲を作っていたといえるワイヤーは、この時すでにポストパンクだったのかもしれません。そのワイヤーのサードアルバムがこちら。極限まで要素を削ったファーストから徐々にいろいろな要素が加わってきて、ここではアンビエント的、ノイズ的なものがテクスチャーとして重ねられた新しい時代のバンドサウンドになっています。5枚目はギャング・オブ・フォーエンターテイメント。ギャング・オブ・フォーはイギリス・リーズで1976年に結成されています。バンド名は中国の文化大革命の指導者4人組から取られたということで、政治的関心の強いバンドだとわかります。ギャング・オブ・フォーの楽曲はパンク的なスピード感とファンク的な踊れる要素を併せ持っていますが、そのサウンドは鋭く硬くソリッドなもので、ギターのアンディ・ギルは
トランジスタアンプを使い鋭い音で温かみに対抗したと語っています。79年に発表されたこのファーストアルバムでもそれは徹底され、ドライでトゲトゲしいサウンドが聞かれます。こういった金属的な印象のサウンドは後発のポストパンクバンドにも大きな影響を与えました。6枚目、ジョイ・ディビジョン Unknown Pleasures。 ジョイ・ディビジョンはこのジャケットとかも有名だし、よく知っているという方も多いかもしれませんね。1976年にマンチェスターで結成、1979年にファクトリーレコードからこのファーストアルバム Unknown Pleasures を発表します。もともとは荒々しいパンクバンドでしたが、ボーカルのイアン・カーティスの書く深遠な歌詞と沈み込むような低い声、そしてプロデュースのマーティン・ハネットによる音作りによりパンクから脱皮し、独自のサウンド、空間を表現するバンドになりました。その後のこのバンドのたどった道を考えると、暗く重い印象をなかなか拭えないのですが、このアルバムのサウンドを改めて聞くと、パンクロックが終わっていく中で新しいリアリティのある音が生まれてきた、そう感じた人が多くいたのではないかと思います。現在まで非常に大きな影響力を持ったバンドです。7枚目、マガジンセカンドハンドデイライト。マガジンは1977年にバズコックスを脱退したハワード・デュボートにより結成されました。マンチェスターの初期の最も影響力のあるパンクバンドだったバズコックスのファースト EP 発売直後に彼は脱退し、マガジンを結成しています。77年初頭の時点で彼はパンクに見切りをつけていたといいます。そして1978年にファーストアルバムリアルライフでデビューで、翌年79年にこのセカンドアルバムセカンドハンドデイライトを発表しています。マガジンのサウンドは硬質で冷ややかな感じもするキーボードとギター、そこに乗るハワード・デボードの癖の強いベターとしたボーカルが特徴的です。ヨーロッパ的でドラマを感じさせるその楽曲はよくプログレ的と言われましたが、当時のイギリスでそのことは幾分否定的なニュアンスがありました。70年代前半のプログレに戻っている、前進していないということですね。しかし彼らはほんの数年後に流行るゴシックロックに間違いなく影響を与えていると思われます。そういった意味では早かったとも言えます。それについてはサードアルバムの後にマガジンを脱退したギターのジョン・マクガフがスージー&ザ・バンシーズに加入し、バンシーズがゴシックロックの始祖としてカリスマ的に支持されていくのを考えると、皮肉なものを感じますね。で、8枚目はそのジョン・マクガフが加入する前のスージー&ザ・バンシーズジョイン・ハンズです。1976年の結成でロンドンパンクの初期のバンドではありますが、1978年デビュー時には無駄をそぎ落としたポストパンクサウンドになっていました。そしてこれは79年発表のセカンドアルバム。こちらは詩作においても楽曲においてもファーストよりさらに暗く重い作品になりました。不協和音混じりのノイジーなギター、連打されるタムの音などは恐怖心を煽っているように聞こえてきます。何とも言えない負のオーラをまとった緊張感のあるアルバムです。そういった緊張感がメンバー間にもあったのか、このアルバム発表直前にギターのジョン・マッケイとドラムのケニー・モリスが脱退しています。といった、ちょっとした曰く付きのアルバムなのですが、個人的にはこのアルバムバンシーズの中で一番好きとまでは言わないんですけど、めちゃめちゃ高く評価しています。生々しい怒りの感情が含まれているという意味で、これはパンクのアルバムだとも言えますし、しかしその楽曲は従来のロック的要素は削ぎ落とされ、アグレッシブなのに冷ややかなポストパンクサウンドになっていて、これは後のゴシックロックに直につながる音でもありますね。はい。で、今回最後に紹介するのは The B-52s です。
これは今まで紹介したバンドとは全く毛色の違うバンドで、まず今まで紹介したのが全部イギリスのバンドだったのに対し、ザ・B-52s はアメリカのバンドであるということ。パティ・スミスやテレビジョン、ラモーンズなどのニューヨークパンクの後に出てきたいわゆるノーウェーブと同世代で、アメリカのポストパンクと言えるのですが、ノーウェーブ勢やイギリス勢のようなシリアスさ、怒りのようなものは感じられず、キッチュでコミカルなイメージです。サウンドもファッションも1950年代、60年代のオマージュやパロディに満ちたもので、パーティーバンドというふうに言われていました。ボーカルのシンディ・ウィルソンは、否定はもううんざりと当時語っていたそうで、パンクやノーウェーブ勢が持っていたシリアスさとはちょっと距離のあるスタンスだったようです。しかしかといって単にノリの良いロックを楽しくやっているというのではなく、このバンドはベースレスであったり、ギターは4本しかなぜか弦を張ってなかったり、あとボーカルがもうオノ横張りに規制を上げたり、どこかもう破壊的で異端なサウンドになっています。それなのに結構キャッチーに見えてしまう不思議な魅力があるんですね。そして当時からニューウェーブ界隈では影響力あったのか、日本のプラスティックスやアイスランドのビョークが在籍していたシュガーキューブスなんかはかなり影響を受けているように思いますね。また細野晴臣さんも結構これ好きだったようですね。1978年にセックスピストルズが解散して、イギリスのパンクムーブメントっていうのは下火になっていくんですけど、しかしそれに代わっていろいろ挑戦的な音楽性のバンドが台頭してきた。それが1979年という年だったと思います。演奏技術とかは低いバンドが多かったんですけど、こういった、時代の転換期っていうのはカオス的な状況の中から玉石混沌、さまざまな音が出てきて、非常に面白い、個人的にはとても大好きな時代です。はい、というわけで今回は1979年のポストパンク紹介しました。ご視聴ありがとうございました。